テキラドのジョンです。今回はね、ナビ VS クラッシュチャンプスですね。ブラジルの去年の世界大会王者。超激戦になること間違いなしというわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。先行ナビの方から学ルートライダーラッシュジャンプ入りという形で。ジャイアントからのシングル IT のところをリクでクイーンと。で、バネとか飛んで、ルートライダー、レッツゴー、6時の方から9時の方は10日閉鎖。ちょっとシングル捕まってるんで、シング、頑張れ。ジャンプ真ん中へ。なんかこの配置前もなんかこんなようなの真ん中ジャンプでやってた気がするけど。気のせいか。もう見すぎたか。ストライカー。ちょっとだけストライカー入れるのやっぱ強いな。これストライカー、キングのガントレットの勢いが止まるっていうのがやっぱいいっすね。で、2連巨爆。3連目は来ない。でも、ボムがある。反対サイドが巨爆敷き詰められてる。で、巨爆。このロイちゃんルートとか、このホグとか、援軍から出てきたホグとかに巨爆当てるの強いですね。だから強いんだけど、それでもいけちゃうんだね。フリーズ。レイジはまだあって、レイジ、フリーズ。なんかタウンホールクイーンが突破してるもんね。ナイス展開。ユニットもたくさん。ガーサス。セリーニョドラゴンラッシュ3-2。なるほど。ジャイアントアローですね、それは。ね。まあ前の動画でもセリーニョが、モノリス、ポイズンタワー折り。ポイズンタワー2本折れんのか、それ。めっちゃ強いな。ドラゴンジャイアントアローンの天才がすごい強いね。最近流行ってる。ジャイアントアロー、強いね。こうやって見ると。天才合わせるのがやっぱ強いかな。シンプルジャイアントアローよりも、天才を込みで入れた方が、お得度は増すみたいな感じかな。ドラゴン強え。物量えぐー。なんか昔だとここにドラゴンライダーを混ぜるみたいなことも多かったけど、あんまり混ぜる人いないよね。結構ドラゴン単体でやる人も多い。2体ぐらい入ってる人もいるけど、もはやもう、どっちがいいのかさじ加減わからん。気持ちの問題。普段は5番手やってた印象なんですけど、前ね、やった時も1番手来てて、ちょっとやっぱ攻撃順とか変えてるっぽいな。あれなのかな、前セリーニョがラストアタック失敗して負けた対戦とかあったから、そういうのをなんかチームで話し合って、お前もダメだ最初に行けって言われたのかな。最年長とか的に感じでやっぱ最初とか、ね、割とセリーニャ終盤残ってんのは確かになんかこのクランの特徴って感じだった。12時キングジャンプ強いね。で3時のところからルートライダーロイちゃん入れていって、3時外にクイーン、9時は10日閉鎖。この手の配置はよく9時側の方、このルートライダープラスの10日閉鎖、もしくはルートライダープラスのクイーンとかでね、見る人が多いですね。で、真ん中は当然のオーバーグロー。さあ、これはクイーンを殴ってるマルチアーチャーターもレイジを乗っけたルートライダーのおかげで追っていくことができました。体力とは側で追っていきつつ、下の方はクイーンが回っていって、ここでオーバーグローが解けるのでフリーズを打っていきます。ポイズンタワーは発射だけさせましたね。能力的なものは一切残ってないので、ここからは余力で、ロイちゃんが今ヘイスト中ですが、ヘイスト中で終わりそうです。いい。いいですよ。パトリニョ。クローン3発。
ジャイアントアロー、インビジブルター起動からの、そうですね。突撃艦真ん中へ。世界大会予選もね、この手の配置にめっちゃこれやってたんでね。この、クラッシュチャンプス系の人たちは、真ん中の孤立したインビジブルターの攻略はこのやり方をやってるのをよく見ますね。もう一回フリーズ打たなきゃかな。水ワンプッシュープッシュードゥン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 。もはやトルネードが排除できたことによって、とんでもねえ爆発でございます。まあ、ファイヤーボールを真ん中にね、突撃艦使ってやりましたみたいな感じの破壊量っすよね。まあ、クラスはこれを頑張ってね、インビジブルで隠して真ん中にファイヤーボール打つんだけど、まあ、クローン3発で同じようなことをドラゴンでもできますよってやってるのが、このドラゴンクローンの戦術ですね。まあ、使ってるユニットとギアとやり方が若干違うだけで、本質的には結構近いんですよね。全く真逆の編成に見えて。まあ、真ん中を、なんか、バックアド、一気に削ってっていうプランニングなんだけど、まあ、割と考え方は近いんだけど、全然プランニングが変わってくるっていうアタックの一例ですね。対戦会。カズマくんもドラゴン編成花火っぽい。川とかすごいな。イーグルのところに。なんでイーグルちょっと1マスずらしてんだよ、これ。マルチャイって内側にしまいたすぎて。かなり狭い面でドラゴンスタートします。ミニゴブ両サイドカットからの極ボスルートで入れていきます。ここまで他にユニットは出さず。あ、真ん中花火か。強いね、それ。タウンホール区画がそんなに軽く高くないんで、後でヒーローで取りましょうねって話ですよね。わかる。区画食い火やりやすいってこと。まずはここで、花火を行いまして、まあいい、マルチだったり、モノイスだったりを潰して、まだヒーロー出さないということだ。削れ削れって感じです。さあ、ここからアイゴレキング、ボールブレーカー、12時クイーン。で、少しバルーン。ベビドラバルーンが結構手元にあるんだ。3体持ってきたんだ、ベビドラ。富士が今、ベビドラバルーン削って、まあ、ドラゴン向かった方向ですよね。削っていきます。で、キングの方、タウンホールにしっかり向かわせることができそうと判断からの、ベビドラロイちゃんさんち。下側の方もベビドラバルーンでテスラを対応させて、ロイちゃんにレイジ。フリーズもまだ2発あります。強いねー。で、フリーズ。ストライカーはいるのかないよね。ないので、ロイちゃん対決をさせていって、援軍とかも出ちゃうんですけど、フリーズももう一発あるので、アイゴレが来る前に突破。そうすると、防衛施設の方は、9しか残ってないと。強い。フォックスから打ち抜かれてくる。6ヒーラーを先に前に走らせていく。まあ、一口にドラゴンといっても、やっぱいろんな形がありますね。多様性があるね、ドラゴン。陸のルートライダー、空のドラゴンみたいな感じで。これは、ハイブリッドみたいな感じですね。ルートライダーで真ん中をクローンしていくんだ。もう、ドラゴンすぎるルートライダー来たな。キングちっちゃすぎだろ、お前。このスキンマジで見えねえ。ちっちゃいキング来た。3時から一気に入れていきます。アイゴレ入るか？突撃艦にアイゴレ入ったら激強だったんだけど。クローンの方をかけていきます。突イエティだ、ここは。イエティクローンをかけていきます。さあ、狙ってたところは全部削ることができました。まあ、イエティの方がバルーンよりもトラップをケアできるっていうところもあるっていうところ。で、残りはフリーズが1枚。ポイズンは12時に置いてますかね。リクスケの対応とクイーン。そしてここはポイズンリザードの方が生きていることで、
トライカーはさせてないんですけど、一気に突破をしていきます。リクスケにも強いからね、リザードは。リザード強いね。中央フリーズ。これが最後の呪文。ロイヤルチャンピオン。能力はもうないので、他のユニットでターゲットを取りたいところ。うん。スーパーバーバリアンが強い、それ。しかも巨爆の解除ができているところ。トルネードが、スーパーバーバリアンめり込んどる。スーパーバーバリアンさえ。おお。もう姿が見えないスーパーバーバリアン。こいつが投石を削っていく。いやー、お前さえいなければ、この1体のスーパーバーバリアンで全開まで持ってきましたね。惜しい。あ、ナイスポイズン？ナイスポイズン。タイムは稼ぎましたね、ただ。相当最後粘った。さあ、星371天才ラバル。うん。ヒーリングトーンみたいなシンプルな71ですね。ツーサイド、キング、富士。隣の区画をクイーンに置いて、真ん中天才、積よ。投石って折れるプランだ。超ギリギリ残ってる。さあ、下からラバルパートスタート。なんか大工の回復が投石に一発だけ入ったとかそういう感じなのかな、この。さあ、ダブルヘイスト広げていって、タウンホールの方にはレイジを置いていきますと。うん。しっかりここは突撃引いております。クイーンの方も黒くった後、ヒーラーの回復量がギリギリこれは、ターゲットもね、テスラのターゲットがバルーンに行ってて。ああ、惜しい。対地クロスが早く来れない。初手のヘイストバルーンしたところが少し残ってしまっているぞ、これは。ストライカー強い。防衛ストライカーがオーデンをロックオン。さあ、ここは、オーデンが落とされます。さあ、ロイヤルチャンピオンの方も、ヘイスト薬強すぎてもうなかったことにされた。宝石の HP がミリだったんでね、ターゲット陣地が一瞬で行われちゃいましたね。行われちゃいましたね、これ。刀のアタックや。こうして時々攻守がバグるんです。動画撮ると。さあ、ベルナウ。ジャイアントアロー型だ。キング。クイーン。安い狙ってそうな、ジャイアントアローですが、外れました。さあ、ダブルレイジ、トームまで打っていく。トームまで打っていく。なるほど。エアスイ折り失敗。フラメ。12時の方は10日弊社採用。3時の方をこうして、戻ってくれるクイーンが削って、9時の方はロイヤルチャンピオン。で、エアスイーパーが折れてればね、本来はドラゴンすごいスムーズに、1時、2時、3時とね、削ってくれるはず。で、タウンホールは誰が取るのって話なんですけど、残った人たちが何とかしてくださいってプランですね。でもこれ、アーチャーター2つにフリーズかけてる。タウンホール無視されてるよ、あなた。なんか無視されてもだいぶ削られてるんだけど。みっちゃんから出たホグだけでこんな削れてんだよね、これ。取り付く頃には折れるんで、もう、無視して本当に後でたどり着いた人よろしく、みたいな感じで。あれだね、クイズノックのセンター試験の動画みたいな。みんな書く分やって、最後余ったら、その教科に適当に、みたいな。さあ、クラウス、ロケバルラッシュ、コウモリ5発。ポイズン入り、どこに打つんでしょうか、今回は。ファイヤーボール、オール。ちゃんとヒーローペット毎回変えて、配置に合う使い方でって形ですね。どこ打つんですかね。これもあるし、コウモリはどこだ対空砲のロックじゃないもんな、1体じゃなくて5枚も積むってことは、宝石上とかをなんとかするのかな。突から入る。で、クイーンスタート、ライドラだ。
ライドラこれワンチャンインビジブルターンの解除とか狙ってるこのライドラ。レインが入って、インビジブルターが発動してくれたら嬉しいな、みたいな。さあ、ここは9時の方、ジャイアントじゃないや、ファイヤーボールなんですけど、やっぱりこれってクエイクから入んなきゃいけない、呪文が超短くてシビアなんだけど、クエイクから入んないと折れないパターン生まれちゃうんだよな。でもライドラ偉いな、これ。で、12時なんだ、これ。マルチアーチャーターとかはあるんですけど、もう3タゲとか弱いでしょっていうことで。クイーンクローク合わせますが、タウンホールの方は、インビジブターンによって。で、戻ってきたライドラ。ライドラ打ってくれ。さあ、いいチェーンがこれ。うわー、打てねー。モノリスうぜー。もうワンチェーン入ったら、内側結構ダメージも入ってくれたと思うんだけど。さあ、そして、ウォーデンでマルチ IT までは突破。上側がコウモリのところ結構止まってますね。イーグルも落とされてしまい。ちょっとこのアタックは失敗になります。真ん中が辛いな。ラストアタックルーピー全開になれば、てか94とかだったかな以上で対戦相手の勝利という。で、ジャンプルートライダー型。12時10日弊社9時の、9時じゃない、6時の方はスーパーバーバリアンカットからキングクイーンを。4時3時。6時から本体。キングジャンプかなそれは。キングジャンプルート強っ。テスラもたくさん生えてきて、リクスケも生えて、このリクスケがなかったことになってるね。もう強すぎでしょ、このキング。このキングルート強え。で、スーパーバーバリアンカットクイーンの方、イーグルに。うわ、いいルートだな、これめちゃくちゃ。超強えわ、これ。めちゃめちゃに強いですね。あとはレイジフリーズが手元に。クイーンの方も回ってまいりまして、これはイーグルを打ちまして、残ってる区画がほとんどない。タウンホール現れて、フリーズタウンホールかけないっていう、もうこの余裕ね。2回目でかけちゃうんだから、これもう。一発じゃ決めませんよっていうフリーズ。はい、というわけでね、終わりまして、14対15ということで、負けてしまいました。タイム的にもね、さっき見たらね、相手の方が早かったので、前回同士だったとしても、相手の方が速度も速い感じにはなってたかなと思いますので、15、15でも多分負けてた気がします。際どいところではあるんだけど。なんかね、ルートライダーバンされてない状況でもルートライダー以外のユニット、まあ主にドラゴンなんですけど、ドラゴン編成っていうのも少しずつ増えてきつつ、まあクラウスみたいなファイヤーボール編成っていうね、ところも入ってきて、少しだけね、環境に変化が生まれてるのかなと思います。というところでね、チャンネル登録、高評価、いらっしゃいませ。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。